はい、いきなりですけど、この譜面見てください。Fly Me to the Moon ですね。はい、じゃあこの蝶は何ですかと聞いたときにですね、多くの人が、あ、この曲は C メジャーだから C メジャースケールが使えるねっていうふうに回答をされます。果たして本当ですかそれっていうのが今日のね、話題の一つでもあるんですけれども、改めまして、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。で、今日の話題は C メジャーキーと a マイナーキー。例えばこの2つだったら、シャープもフラットももともとね、調についてないので、同じスケールが使えるっていう思ってる人がものすごい多いので、その件はね、ちょっと考え直した方がいいんじゃないかなっていうのを簡単に説明していきます。はい、じゃあ早速ですね、この譜面を見てみましょう。はい。でですね、C メジャーキーと a マイナーキーって書いてありますけれども、ちょっと弾いてみましょう。両方スケール弾いてみますよ。はい、シャープもフラットも一つもついてないので、結果的に同じスケールに聞こえるということでですね、じゃあ例えばさっきの Fly Me to the Moon でも、あ、蝶がね、一応 C メジャーだから、じゃあ C メジャーを使ってアドリブをすればいいんだっていうね、そういう考え方に到達する方が非常に多いんですよ。で、今日説明するとこは、ここの部分です。はい、今光ってる部分なんですけれども、5、7というところですね、5個目のコードについて見ていきたいと思うんですよ。はい、で、この譜面ではですね、向かって上が5、7、ドミナント7ですね。そして向かって下が5、マイナー7って書いてありますね。詳しくちょっと見ていきましょう。はい、じゃあ次の譜面を見てください。でですね、マイナーキーの場合は、多くの場合が、先ほどの5マイナー7って書いてあったところがですね、実は5、7に人工的に変換されることが多いんですね。ちなみにこの、E7 の場合ですと、もちろん G がシャープになる。そしてドミナント7に変換されるということなんですけれども、じゃあさっきのね、Fly Me to the Moon の譜面に戻ってみましょう。本当かなって言って見てみるんですけれども、もしこの曲がマイナーキーだと仮定しましょう。そうした場合にですね、先ほどの E ドミナント7が結構出てくると。ポン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 と出てくる。おおということでですね、そしてよく見てみるとですね、もちろん1小節目も a マイナー7ですしね、リピートで戻ってきたところももちろん a マイナー7ということになるんですね。で、この調なんですけれども、もちろん学術的にはこの曲の一番最後のコードが C メジャーなので、おそらく学術的に皆さん C メジャーのキーだっていうふうに呼んでるんですけれども、響きで確認したりですね、このようにコードの種類、どんなコードが含まれているのかっていうことを調べるとですね、実はその曲が安易に、例えばこの曲だったら C メジャーと呼べないということがですね、多いんですね。で、あくまでも演奏者側の立場からするとですね、おそらくこれを初めから最後まで C メジャーと認識して演奏している方はほとんどいないと思うんですね。むしろ C メジャーと言えるのは最後の3小節、もしくは4小節、この辺りしか本当の C メジャー調ではないというふうに言えると思うんですよ。僕の場合はですね、この曲演奏しているときは、基本的にこの曲はもう a マイナーの曲だと認識してるんですね。それで、最後の4小節だけが C メジャーに、平行調っていうのかなに変わるっていうふうに僕は認識しています。はい、そしてですね、今回の話題である C メジャーキーと a マイナーキーっていうのは同じスケールを使うのかっていう話なんですけれども、先ほどの E ドミナント7に変換したものをですね、実際に当てはめると、そこが G シャープになるので、いきなりスケールが変わるわけですね。はい、ということで、A ハーモニックマイナーにいきなりスケールが変わります。この時点で僕が思うには、その曲の調が、例えば a マイナーだったら、もちろん頭の中は基本的にはハーモニックマイナーにしておいた方が得策なんですね。なぜかというと、ほとんどの場合がこの5度っていうのがドミナント7に変換されると。結果的にハーモニックマイナーになると。はい、そしてなんで5度を、ドミナント7に変更するかというと、これをパッと見てもらうとわかるんですけれども、ここで半々って書いてありますけれども、わざと半音の動きを増やすために、わざわざドミナント7に変更している。人工的に変更しているということなんですね。そして向かって右側、
E7 フラット9と書いてありますけれども、これね、フラット9を一番上の、音に足すとですね、もう1個半音が増えるんですね、半音の動きが。ということで、多くの場合が、このマイナー調の場合は、フラット9がつきます。フラット9をつけることによって、さらに半音の動きを増やしていく。つまり、綺麗なハーモニーの流れに変更していくということですね。はい、そしたらですね、今から練習風景のデモ演奏に行くんですけれども、今回僕がやったのはこの Fly Me to the Moon のね、アドリブをちょっとやったんですけれども、頭の中をわざとですね、A のマイナー調にして、そして A のハーモニックマイナーを多めに入れていくということをですね、練習でやってみるわけですね。そうするとですね、結構そのマイナーっぽくもちろん響くんですけれども、で、このアドリブの練習の時はわざと例えばそのハーモニックマイナーを多めに入れるので、音楽的に変に響いてもいいんですよ。その起承転結とかがあんまりできなくても、もう練習っていうのは一つの課題に絞った方がいいので、例えば今回だったらハーモニックマイナーを多めに使うとかですね、そんな風にして練習するといいと思います。で、分かりやすいようにこの譜面上にですね、どこでハーモニックマイナーを使ったかって僕赤色でパッと出すようにするので、合わせて、聞いてみてください。じゃあデモ演奏どうぞ。